こんにちは、白川隆二です。阿部千春です。今回の動画はやっちくんチャンネルの関連企画動画となりますので、まずはやっちくんチャンネルで行われた達人交流会の動画を見ていただき、その後にこちらの動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。いや、すごくね、この間の、達人交流会すごかったですね。いやー、すごかったですね。あんなに一つの会場にこう達人が集まるのかっていうところで、私本当会場に向かうときに大きい壁が見えてたどり着けないんじゃないか。それで渋川君そう新幹線新幹線確かにそうでもあれだけの達人が集まったっていうのは、やっぱりやっちくんチャンネルで石井東吾先生が、ジークンドの石井東吾先生がやっちくんチャンネルに出演したことで武術界の流れが大きく変わったっていうのがあったので、みんなね、やっち選手とやっちくんチャンネルにすごく感謝してるんですよ。だからやっち選手にね、今回集まりませんかって声かけられたら、もうそれは喜んでみんな来ますよ。そうですよね。そしたらあの撮影内容はもう前から決まってたものだったんですか？いや、それがすごいんだけど、当日まで誰が来るのか、そしてどんな撮影するかっていうのも全く分からなかったんですよ。もう誰が来るかも分かってないし、内容も。だから本当に前日にちょっと前に北川先生から「先生今回参加するんですか?」って連絡があったぐらいで「そしたら北川先生参加するんですか?」みたいなことが言って、全く本当にどんな撮影でどんな人たちが来るかっていうのを直前まで本当に知らなくて、だからあの異様な雰囲気ができたっていうのもありますよね。確かにその独特な緊張感というか、で私も本当撮影前にこう達人の皆さんとお話しさせていただいたんですけど、本当に皆さん大場で優しい方たちだったんですけど、本当にそのいざ達人同士がこう相まみれたというか、その時にこう周りの空気がこう歪んでいく感じっていう、これもちょっとバッキーの近いものなんですけど、歪んでいく感じがすごく見えて、こう達人ってすごいな。いや本当に比喩じゃなくて空間に歪んでましたね。空気がまるっきり変わった感じがありました。やっぱり達人の人たちだから、常在戦場の精神でいつでもどこでもどんなルールでもやってやりますよみたいな空気があったからこそ、あんな雰囲気があったんじゃないかなと。いや確かになんですよ。いやでも本当にこんな機会にと思うやっち選手に感謝です。いや本当やっち選手に感謝です。やっぱやっち選手の人望がね、やっぱあったからこそこう集まって開催できたと思います。では本題に入りたいと思います。今回の交流会の第1回戦として、今回やつ選手と、私でやつ選手に本気で胸ぐらを掴んでもらって、技が実際にかかるかどうかっていう対決を実はしたんですよ。はい、もうちょっと横で見てて、もうガチすぎてドキドキしてました。実際あんなに達人が見ている前で、そしてあの緊張感、そして1回目でどんな撮影が始まるかも分かんない1回目で、やつ選手もさすがにぬるいつかみできないでしょ。そうですね。だから本当に実際に技も何回も防いでたし、もう本当にすごい緊張感のあるちょっと戦いだったなと思います。はい。でなんで、こんなにね、こう胸ぐらを掴んで、やつ選手に胸ぐらを掴んでもらったかっていうと、理由がありまして、一番最初にやつ選手とコラボした時に、不良外国人シリーズでやってありましたね。不良外国人シリーズで幸男さんに胸ぐらを掴んでもらって、技がかかるかどうかという動画やってたんですか？覚えてます。でもし、まだやっちくんチャンネルで幸男さんの不良外国人シリーズ、この胸ぐらを掴むやつ動画を見てない人がいればぜひ見てください。すごく面白い動画です。またね、幸男さんがすごく面白くて、合気道ととてもね相性が良くて、すごい良いタイミングでツッコミ入れたり、もうすごい面白い解説をしながらね、この合気道の技に触れて、すごく好評だったんです、その動画が。ただ最後にやつ選手が、その動画の最後にやつ選手自体が胸ぐら掴まないで実際体感しないで、最後にちょっと合気道を批評したことがあったので、動画自体は好評だったんですけれども、コメント欄がちょっと炎上したっていう、確かにあったんですよ。コメント欄結構ありましたね。でやつ選手自身は全然本当に悪気なくて自然に行ったんですけど、でも今回こういう交流会でもう一度やつ選手に会う機会があったので、前回に実際にこう胸ぐらガチで掴めなかったので、今回、じゃあ実際にガチで、ね、胸ぐらを掴んでもらおうかなっていうふうになって、こういうふうに、胸ぐらを掴んでやつ選手に実際に胸ぐらを掴んでもらったっていう経緯が実はあったんですね。そういうことがあったんです。そうなんですよ。それでは今度は技の解説を行います。
でくどいようですが、こちらの動画では技の解説のみですので、全体的な様子はやっちくんチャンネルの動画をご覧ください。それでは一つの例の技を解説したいと思います。こちらの動画をご覧ください。小さくいきます。はい、いかがだったでしょうか。なんとか安選手を投げていましたね。でこの技を分かった人はかなりの合気道愛好家、あるいは純度の高い人ですね。でこの技の名前は四方投げという技です。で正確には胸取り四方投げの応用技です。で胸取りの四方投げ自体、なかなか稽古しませんし、長年合気道の稽古をしている人でも実際にこの技を見たことがある人、あるいは実際に稽古していることがある人はかなり少ないと思います。でこの四方投げというのは合気道の代表的な技の一つですので、もし四方投げを詳しく知りたいという人がいれば、石井東吾先生のワンインチチャンネルで四方投げの特集をしておりますので、そちらで楽しく、そして面白く、四方投げを学ぶことができますので、ぜひそちらをご覧ください。では四方投げについて簡単に説明します。交差跳びで四方投げというのは相手の下に入ってくぐって肩を決めて投げる技なんですね。それを、胸取りでぐるっと回したんですが、これは結構危険で、また相手にゆっくりやるとなかなか簡単には入れないんですよ。ちょっと我慢して入れないです。でなかなかね、ゆっくり入ってなおかつ効かせるっていうのは非常に難しいんですね。いくつか方法があるんですが、例えば当て身を使って回っちゃうっていう投げ方を言っていきます。ただこれも気をつけなきゃいけないのは、こう引っかかって思いっきり無理に上げようとすると肘、肩、手首が壊れてしまうので非常に危険ですね。もう一つ解説します。で強く持たれた時に、これも危ないんですけど、こう腰を切って相手に頭突きするぐらい、腰をパンつって頭突きするぐらいの勢いで入れば実は回ることできます。ちょっと危ないですけど、ちょっと簡単にパンと腰を切る動作で、次相手に頭突きする勢いで強い力に対しても回れる。ただこれ本当危ないです。腰を一気に切る動作と、あとは下から突きする勢い、バッと入ると危ないですけど、こう入れる可能性があります。ただこれ本当に危険で怪我をさせる可能性があるので危ない技となります。で最後にもう一つだけやり方を説明します。このやり方が、一番安全性を保ちながら効果的に、効かせる投げ方となります。で通常四方投げは腕全体をこう狙って入るんですが、この場合こう掴まれているので、狙う場所はここの手と、相手の手ですね。ここの手首、ここのラインを狙うんです。ここです。こう持ちます。そこを起点に回ると小さく、こういうふうに回るとある程度安全性を保ちながらしっかり効かせることができます。普通は腕全体をこう狙っていく。ですがここを狙っていきます。ちょっと見てください。小さくこう待ってます。そうすると、強く持たれても我慢できるように手首を狙ってこのやり方だと、安全性を保ちながら、効果的に効かせることができるんですね。ちょっともう一回ここ起点に早く回っています。これです。
以上が四方投げの解説となります。ただこの四方投げは非常に危ないですので、遊び半分で決して真似をしないでください。肩、肘が損傷してしまう大きな怪我につながることになりますので、決して真似をしないでください。では次の技を解説したいと思います。まずはこちらの技をご覧ください。はい、この技は何だったか分かりますか？隅落としという技です。ただし八津選手に完全に防がれてましたね。まずは隅落としについて簡単に説明します。で、隅落としというのはハスに入って肘の内側を狙う、あるいは胸取りだったらハスに入らないで真ん中集中して、こういう技ですね。でこのような技っていうのは関節が自然に曲がる、関節の可動性を利用して力を一点に集中して投げる技なんですが、例えば片手でこう、はい、あるいは正面にこういう技もいわゆる隅落としというんですが、こういう技は、組み技ができる一流のファイターにはなかなか、かけるのはすごく難しいんですね。特に階級が上の相手、体格が違う相手、身長、体重、骨格、体のフレームが違う相手に対して逆技を使わないで投げる技はなかなか難しくて、あるいは当て身を使わないでそのまま投げるのはとても難しくて、これは一流になればなるほど、一流同士が戦えば戦うほどなかなかこのような技を繰り出すっていうのが非常に難しいんですね。これは柔道の試合で浮き落としのような大技がなかなか決まらないという状況に非常に似ていると思います。ただ、だからといってこのような隅落としが絶対に決まらないということはなくて、打開策としては当て身をスナップ化してガンガンって入れた後に注意をそらして投げるんだったらまたたり、この当て身の入れ方もいろいろありますので、パーンと、はい、その勢いで落とす、あるいは当て身逆技隅落としみたいな感じですると、こう当て身逆、そして体の行動を使って投げる、その3つをうまく組み合わせるとうまく投げる可能性は、あるんですね。そこがやはりこの合気道や柔術の素晴らしいもので、小さいものが大きいものに対して、大きく強いものに対しても、勝つことができるというのが柔術の素晴らしさなので、工夫次第でまだまだ投げれる可能性っていうのは十分含んでいるんですね。この当て身が、とても重要で、実は近代柔道の父である講道館柔道の加納治五郎先生もより実践性を高めるために乱取りになんとか当て身を入れて、より柔道の実践性を、試行錯誤して考えていたっていうのがあるんですね。ですので実践に近づけば近づくほど、こういう当て身を入れる、逆技を入れる、一つの技にくぐらないでいろんな可能性を秘めて投げたり抑えたりするっていう風にすれば、いろんな技がかかるってことなので、簡単に言うと打倒局、打つ、投げる、決める、この3つをうまく組み合わせると柔らかい重法的な柔らの技術がより生かされるっていう風になっています。では最後の3つ目の技です。こちらをご覧ください。はい、皆さんこの技は分かったでしょうか。この技は天秤投げと言います。まず天秤投げについて説明します。天秤投げとはこの肘を決めて、天秤のように肘を決めて投げる技です。それを胸取りでやる。胸取りでここから肘を決めて
入っています。でこのように合気道では前受け身をすることで肘へのダメージを逃がしています。で今回の場合は、ちょっとやってみて、普通は肘のこの痛みを前受け身で逃がすんですが、安選手はうまくこの前に行く力をサイドステップで逃がしてました。ここから前受け同時に力がかかるのに脱力しながらサイドステップ、そうすると実際に前受け身取らないで済むんですね。でこの技術を使ってうまくかわしていました。これも結構簡単なので難しくて、ちょっと見て、動作が遅れてしまうと肘が決まっちゃうんですよ。ですので結構難しい技術となります。なかなかやっぱつかみ手がしっかり持ちながら柔らかく動くからこそ、逃がすことができたという技術でした。はい、ということで今回は3つの合気道の技を深く解説してみました。また解説を聞いて後に、動画を見るとまた違った印象があると思います。で皆さんに注目してもらいたいのは、このように決して簡単ではないんですが、小さいものでも、大きく強い相手に技をかけることができる理合というのが合気道には存在しているということなんですね。この理合というのが技をかけられる理由、道理、道筋ということなんですね。もちろん合気道だけじゃなくて柔術、武術には合理的な理合があるんですね。そこが本当に素晴らしくて、実際にはスポーツでも武道でもそうなんですが、基本的には体格差、身長、体重、骨格が大きい人の方が圧倒的有利なんですが、武術を磨いていったらそのような人たちにも勝てる可能性を秘めているっていうのが、武術の素晴らしいところであり、武術ってそこが夢のあるものなんですよね。ですのでこれからもね、しっかりと、まだまだ稽古を続けて私も技を磨いていきたいと思います。今回安選手にはこのような機会を作っていただき本当に感謝しております。であのようなたくさんの偉大な達人の方々と一緒に交流できて本当にね素晴らしく幸せな時間でした。改めてやっちくんチャンネルのメンバー、スタッフの皆さんに、選手に、そして達人の皆さんに感謝を申し上げます。ありがとうございました。そしてやっちくんチャンネル夢の交流会はまだまだ始まったばかりです。あの達人とあの達人の禁断の戦いっていうのがたくさん見れますので、これからもぜひねやっちくんチャンネル、注目してください。私も動画の公開が楽しみです。ということで今回はご視聴ありがとうございました。